オーストリア、モーツァルト生誕の地ザルツブルクと湖畔に佇む世界遺産の村ハルシュタットに行ってきました。5月の初め、オーストリアに行ってきました。今回巡ったのはモーツァルトの町ザルツブルクと世界で最も美しい湖畔の町ハルシュタット。まずはザルツブルクで街中を散策。ちなみになんと駐車場は岩山を掘って作られたそう。街の景観を守るために山の中に作ったとか。すごい。駐車場から出てみると大きな岩山がそびえ立っている。ザルツブルクの西側旧市街に到着。美しいバロック建築が残る圧巻の街並み。モーツァルトの生誕地でもあり音楽の都としても評価され、歴史的な街並みと合わせて世界遺産にもなっている。街を少し歩いているだけで詩的な音楽が聞こえてきます。次は旧市街のメインとデトライデナッセを散策。通りにはお店が並び、ギルドサインと呼ばれるアヤン製のかっこいい看板を見るのも楽しい。ザルツブルク発祥の伝統的なチョコレートモーツァルトクーネルを食べてみる。いろいろなお店で売っているがここが元祖の味らしい。マジパンと呼ばれるアーモンドと砂糖のペースト、ヌガーとチョコレートでコーティングした丸いお菓子。あなたのお味はまま。次のお店。ここでは美味しいワインと食材が買えます。店内にはザルツブルクの名産塩もたくさん。ザルツブルクはドイツ語で塩の城という意味で、はるか昔から塩の交易で経済を支えてきたそう。お店の奥にはワインコーナー。オーストリア産のアイスワインと寄付ワインも置いてあったのでどちらも買ってみた。飲むのが楽しみ。製造中にモーツァルトの曲を2万も聴かされていると噂のチョコレートリキュールもあった。楽しい時間でした。モーツァルトが至る所にメイン通りをブラブラしていると遠くににぎわっている建物が現れた。1756年モーツァルトが生まれた家である。父と共にザルツブルクの宮廷音楽家として活躍したモーツァルトだが、養子であった大司教と喧嘩をしてウィーンに定住することになったとか。ちなみに隣にはスーパーがあって可愛いバイオリン型のリキュールが買えます。ザルツブルクで食べたいスイーツがあったのでこちらのお店にやってきた。まずはオーストリアの代表的なブドウ品種クリューナーベルトリーナーの白ワイン。こちらは牛肉を香味野菜と一緒に煮込んだオーストリア料理タフェルシュピッツ。とても柔らかくて旨味が詰まったコンソメスープが絡んでいて美味しい。付け合わせのトテトも美味。そしてこちらがお目当てのスイーツザルツブルガーノッケルン。名前はザルツブルクの山々という意味でザルツブルクを囲む3つの山を表現した甘いスフレデザート。16世紀からすでに食卓に上がっていたそうでザルツブルクの伝統的なデザートである。そこにはベリーソースがたっぷり。スフレならではの口に入れるとシュワッととろけるような軽い食感で美味しかったです。
ただかなりビッグなので食後のデザートとして注文するには要注意である。ごちそうさまでした。ハルシュタットへ行く前にスーパーで食料やお土産を買っていく。まずは目当てのパンプキンシードオイル。かぼちゃの種から作られるオイルでオーストリアのシュタイヤーマルク州の特産物。サラダやバニラアイスには香ばしい風味らしい。ウィーンの高級食品スーパーユリウスマインルのコーヒー豆も購入。次はお菓子コーナー。オーストリアの定番中の定番マンナーのウェハース。ヘーゼルナッツとレモン味をカートへイン。個人的にはマンナーの方が好みだがこちらのウェハースも人気の模様。オーストリアの国民的炭酸飲料アルムドゥドラー。アルプスのハーブを使用した爽やかな味わいらしい。他にも旬の白アスパラが売っていたり加工肉やチーズなども豊富で見ていて面白い。まだまだ物色したい気持ちを抑えてなんとかレジ。海外のスーパーは見ているだけで時間がどんどん経ってしまう恐ろしいところである。ザルツブルクを離れハルシュタットへ向かう。ハルシュタット湖近くのレストランに到着。今日はここで夕食を食べて明日の朝からゆったりハルシュタットを観光します。鹿肉のフィレ肉と子牛のハツと肺のお肉のソースがかかった料理を注文。鹿肉は柔らかくてとても美味しい。バクバク食べてしまう。付け合わせのリゾットやお団子料理はスパイスのようなものが効いていて少し癖がある大人の味。ごちそうさまでした。おはようございます。朝から早速ハルシュタット中心地の近くにやってきました。とてもすがすがしい朝。ハルシュタットはアルプスの山々と湖に囲まれた人口700人ほどの小さな村だす。世界で最も美しい湖畔の村の一つとも言われ世界遺産にもなっている。映画「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台がザルツブルクにあるそうでハルシュタットに可愛いバスが走っていた。ハルシュタット湖の湖畔に到着。絵画のような美しさ。ハルシュタットは平地が少ないため湖畔の崖に沿って建てられている家屋が多い。村の中を散策しながら有名な景色が見られるスポットへ向かってみます。村の中にはお土産屋さんもたくさんあるので帰りに何か買ってみよう。時々下を見るとマンホールにハルシュタットのイラストとメッセージが書かれている。湖には優雅な白鳥たち。飛んだ。近くには白鳥ボートもあります。斜面に建てられた木造の伝統家屋もたくさん見れる。村の奥には滝も。どこを切り取っても美しい景色ばかりのハルシュタット。ボートに乗ってアルプスの雄大な山々とエメラルドグリーンの湖を堪能するのも魅力的。
道端には白鳥も。可愛いお土産屋さんもあったりするので全然先に進めない。何か大きな観光スポットがあるわけではないが、のんびりアルプスの自然と素敵な村を歩くのはとても楽しい。そしていよいよハルシュタットのメインスポットへ。午前中は比較的空いているそうだが、ここはさすが人気のスポット。結構混んでいる。到着。オーストリアの宝石と呼ばれているらしいが、本当にその通りの景色。感動。ずっと気になっていたので来ることができてよかったです。余韻にしばらく浸ったところでお土産タイム。まずはこちらのお店。実はハルシュタットも約7000年の歴史を持つ世界最古級の岩塩鉱があるそう。古代から塩の採掘で繁栄した歴史があり、現在の煉鉱は人気の観光スポット。調べてみると楽しそうだったので行きたかったのだが、夏まで改装工事とのことで断念。煉鉱には行けなかったが、ここで岩塩プレートを購入した。ちょっと重かった。ちなみにザルツブルクなどにも見学ができる塩鉱があるらしい。いつか行きたい。最後にフェリーターミナル近くにあるお土産屋さんに、オーストリアのいろいろなレリーフが施されたビアシュタインの購入。蓋がついた大きなジョッキのデザインも可愛かったが、ハルシュタットのイラストが描かれている小さなカップを選んでみた。シシーの顔が少し変で可愛いのがお気に入りである。楽しかったオーストリア旅行ももうそろそろ終わり。ハルシュタットから離れて帰りながら少しドライブをします。昨日ハルシュタットへ向かう途中、素敵なところを見つけたのでそこに寄ってみる。ここもハルシュタット湖の湖畔のようでとてものどかな場所。静かでとても心地よい。白鳥もたくさんいて可愛いです。泳ぐこともできるようで、湖で遊ぶのもとても楽しそう。そのともドライブをしながらオーストリアを楽しんできました。オーストリアとても良いところだった。また行きたい。次回、地中海に面した温暖な都市でグルメと建築を堪能。見どころたっぷりなのでぜひ次回もご覧ください。